これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整。これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから懲戒試験を始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。例題の写真を見てください。例題1。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、カメラです。例題2。これで何をしますか？ 1、座ります。2、字を書きます。3、水を飲みます。4、写真を撮ります。最も良いものは、例題1は1、例題2は3です。ですから、例題1は1、例題2は3を例のようにマークします。問題は1から10まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。ここはどこですか？ 1、停留所です。2、ターミナルビルです。3、踏切です。4、税関です。問題2。正しい説明はどれですか？ 1、バスが停車しています。2、植木がありません。3、乗客が列になっています。4、混雑しています。B の写真を見てください。問題3。何をしていますか？ 1、分析です。2、測定です。3、面接です。4、転勤です。問題4。何のためにしますか？ 1、部下の説得です。2、シフトの調整です。3、担当の変更です。4、社員の採用です。C の写真を見てください。問題5。
何をしていますか？ 1、壁に立ち向かっています。2、壁を乗り越えています。3、壁を見極めています。4、壁に寄りかかっています。問題6。正しい説明はどれですか？ 1、男性の背後に柵があります。2、ポケットに手を突っ込んでいます。3、セーターの袖がほつれています。4、片膝を抱えています。D の写真を見てください。問題7。女性はどこにいますか？ 1、屋外です。2、室内です。3、喫煙ルームです。4、ベランダです。問題8。どんな様子ですか？ 1、ブスッとしています。2、うんざりしています。3、くつろいでいます。4、あがいています。E の写真を見てください。問題9。相手のリクエストに応じられません。こんな時、何と言いますか？ 1、一個だにしないと思われます。2、やってのけると考えられます。3、期待に報いる所存でございます。4、ご要望には添いかねます。F の写真を見てください。問題10。パーティーで司会者が締めの挨拶をします。こんな時、何と言いますか？ 1、大変長らくお待たせいたしました。これより新郎新婦が入場いたします。2、僭越ではございますが、乾杯の音頭を取らせていただきます。3、縁も竹縄ではございますが、この辺でお開きにしたいと思います。4、それではこれよりしばらくはお食事とご歓談に移りたいと思います。2、聴読会問題。最初に質問を2つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から最も良いものを1つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男性と女性が会社のロゴの位置について話しています。例題1。男性はどの位置がいいと言っていますか？例題2。女性はどの位置がいいと言っていますか？名刺のデザインを変えるんだけど、会社のロゴの位置はどこがいいと思う？住所の前がいいんじゃない？でもそれじゃあ目立たないよ。会社名の前に大きく入れたらどう？ロゴは控えめに住所の前にある方がいいわよ。例題1。男性はどの位置がいいと言っていますか？例題2。女性はどの位置がいいと言っていますか？最も良いものは、例題1は2、例題2は3です。ですから、
例題1は2、例題2は3を例のようにマークします。問題は11から20まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女性と男性がカタログを見ながら話しています。問題11。男性が最初に勧めたのはどれですか？問題12。男性が最後に勧めたのはどれですか？ CD プレイヤーを買うつもりなんだけど、おすすめのある？音楽聴くだけなら、今はこんな感じのが一番だと思うよ。コードでスマホにもつなげるのね。でも、スピーカーが小さいな。持ち運びもできるし、いいと思うよ。それはできなくてもいいんだ。左右のスピーカーを離して聞きたいの。スピーカーは持ってるの？だからセットで売ってるのがいいな。じゃあ、これにしたらいいよ。問題11。男性が最初に勧めたのはどれですか？問題12。男性が最後に勧めたのはどれですか？H を見てください。女性と男性が小学生の将来なりたい職業ランキングについて話しています。問題13。この女性の職業はどれですか？問題14。この男性の職業はどれですか？ねえ見て。小学生の将来なりたい職業ランキングだって。へえ。僕、小学生の頃は野球選手になりたかったんだ。あ、鈴木さんの職業は女子のトップだ。本当ね。でもね、私の小さい頃の夢はお花屋さんだったのよ。これを見ると、今の女子はしっかりしているな。資格のいる仕事が多いよね。そうね。でも、男子の1位、2位にスポーツ選手が上がっているのは夢があるわ。男女ともに3位に医師が入っているけど、昔は医師っていうと男性の職業のイメージが強かったよね。私も医師を目指せばよかったなって今になってちょっと思うの。渡辺くんは今の職業を気に入ってる？野球選手にはなれなかったけど、好きなゲームに関わる仕事ができているからね。そうか。問題13。この女性の職業はどれですか？問題14。この男性の職業はどれですか？愛を見てください。男性が話しています。問題15。観光施設では何人のキャンセルが出ていますか？問題16。4000万円の損失が出ているのはどれですか？北海道では震度7の地震が発生した先週以降、宿泊施設の予約キャンセルが延べ94万人、飲食店などを含む観光全体の損失額が約292億円に上っています。この数字は
昨日時点のもので、今後さらに増えると予想されています。ホテルや旅館などの900以上の宿泊施設のキャンセルに加え、テーマパークなどの観光施設で6万9000人、フェリーや遊覧船で2万2000人、観光バスで4000台のキャンセルが出ています。それぞれの損失は宿泊施設が約17億円、観光施設が2億5000万円、フェリー・遊覧船が4000万円、観光バスが3億7400万円です。全体の損失額はこれに交通費や飲食代、お土産代などがプラスされています。問題15。観光施設では何人のキャンセルが出ていますか？問題16。4000万円の損失が出ているのはどれですか？J を見てください。薬局で薬剤師と客が話しています。問題17。1日3回の薬はどれですか？問題18。炎症を鎮める薬はどれですか？こちらが今日お出しする皮膚炎のお薬です。種類が多いですね。そうですね。4種類あります。この錠剤はかゆみ止めです。朝と晩の2回、食後に1錠ずつ飲んでください。はい。錠剤が1日2回ですね。ええ。で、こちらの粉薬もかゆみ止めなんですが、朝昼晩食後に1袋ずつです。はい。粉薬は朝昼晩と。次に塗り薬ですが、この丸い容器に入ったお薬ですね。炎症を鎮める効果があります。いつ塗ればいいんでしょうか？朝と夜ですね。特にお風呂の後が効果的です。では、このスプレータイプのお薬は何ですか？これは保湿剤です。乾燥が気になる時にスプレーしてください。スプレーは1日に何回でもいいんですか？ええ。あまり回数は気にしないで気軽に使えるものです。わかりました。問題17。1日3回の薬はどれですか？問題18。炎症を鎮める薬はどれですか？K を見てください。女性が話しています。問題19。見直し項目に含まないのはどの項目ですか？問題20。思い切った改革を要求したのはどの項目ですか？全体部会にお集まりいただきありがとうございます。ショッピングモール外国人利用客のアンケート結果が出ましたので、統括マネージャーとして所感を述べさせていただきます。昨年度より改善に向けての努力が続いたにもかかわらず、結果が出ていない部門については、外部からの助言も含めて様々な対応策を検討することにいたします。なお、商品価格については、為替の事情もあり、現状では見直し項目に含みません。さて、一見してお分かりの通り、こちらの項目は相変わらず、良いも悪いも極端に少ない回答で、つまり、どちらでもないというわけです。
悪いが少ないから何もしないでもいいというわけではありません。少なくともこの倍は良いの回答を得られるように、その際に悪いを倍にしてもいいというくらいの気持ちで思い切ったアクションを起こしましょう。各部署にお持ち帰りの上、ご検討をお願いいたします。問題19。見直し項目に含まないのはどの項目ですか？問題20。思い切った改革を要求したのはどの項目ですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から最も良いものを一つ選んでください。文は一度しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。最も良いものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。問題21。明日葬式があるんです。1、おめでとうございます。2、誰かお亡くなりになったんですか？ 3、担当に確認しておきます。問題22。その封筒に切手貼って出しておいて。いくらの切手ですか？ 1、封筒の重さ測ってみてくれる？ 2、切手のサイズはわからないな。3、いくらでもいいよ。問題23。仕事でミスしちゃって。1、よかったですね。2、新しい仕事は何？ 3、元気出して。問題24。今日は湿度が高いですね。1、洗濯物が乾かないですね。2、流行っていますね。3、喉が痛くなりそうですね。問題25。家を建てたんだって？ 1、30分前に出ました。2、いい土地があったものですから。3、足の怪我は治りましたよ。問題26。電車動きそうもないね。1、動くかもね。2、タクシーにする？ 3、動かなかったね。問題27。お昼ご飯またラーメンだったの？あんなに美味しいものはないよ。1、じゃあ食べなきゃいいのに。2、
食べたかったもんね。3、本当に好きね。問題28。契約には保証人が必要なんですが、1、保証しなくてもいいです。2、国の家族でもいいですか？ 3、修理する人ならいます。問題29。このデザイン、飽きが来ないよね。1、いつまでも暑いよね。2、シンプルだからね。3、早く座りたいな。問題30。今、お手すきですか？ 1、ちょっと急ぎの仕事が入っていて。2、あまり好きじゃないな。3、今は手が届かないんだよね。問題31。この牛乳、賞味期限が切れてない？ 1、よく切れるでしょう。2、来週まで大丈夫だよ。3、つながってると思うよ。問題32。管理職というのは苦労が尽きないよ。1、本当に楽な仕事ですね。2、お察しします。3、まだつかないんですか？問題33。先輩から厳しい指摘を受けたんです。1、そんなに落ち込むことないって。2、頼みの綱だったのに。3、両立は難しいよ。問題34。急に雨が降ってきてびしょ濡れだよ。1、天気予報は当てにならないですね。2、いいタイミングでしたね。3、傘を持っていてよかったですね。問題35。この空き缶、すすいである？ 1、もう捨てたよ。2、まだ潰してないよ。3、軽くだけどね。問題36。今年の新人はどうかな？潜在的な能力はありますね。1、じゃあ今後に期待だね。2、もうそんなことができるのか。3、いろいろ洗ってもらおうかな。問題37。来月のパーティーの段取りはすっかり整いました。1、それは随分手回しがいいですね。2、そんなに行き当たりばったりなんですか？ 3、目が釘付けになりますね。問題38。上の階の足音、結構響きますね。1、日々めきめき上達してるんです。2、毎日ヘトヘトになるまで歩くんです。3、いつもほとほと困ってるんです。問題39。もう少し負けられませんか？ 1、競争が過熱しますよ。2、もう勝負はついていますよ。3、これ以上はちょっと。問題40。彼女、優秀だからみんなに嫉妬されていますね。1、毒をもって毒を制すと言いますからね。2、出る杭は打たれると言いますからね。3、割れ鍋に閉じ蓋と言いますからね。
4. 会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から最も良いものを1つ選んでください。文は一度しか言いません。まず、例題をしましょう。佐藤さん、明日の会議の資料はできましたか？はい、できました。こちらです。じゃあ、10部コピーしておいてください。コピーする前に内容をチェックしていただけないでしょうか？ええ、いいですよ。お願いします。女性は男性に何をお願いしましたか？最も良いものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1、会社で女性と男性が話しています。この会話を聞いてください。何か探していますか？ホッチキスです。ここにありますよ。いえ、普通のホッチキスじゃなくて、大きいホッチキスです。この厚い資料も閉じられるような。ああ、それならあそこにしまってありますが、今壊れていて使えないんですよ。修理しないと。そうなんですか。じゃあ、大きいクリップで挟むことにします。問題41。男性は何を探していましたか？問題42。男性はこの後どうしますか？2、女性が研修で話しています。この話を聞いてください。相手の名前を伺うとき、以前はお名前を頂戴できますかとか、お名前いただけますかなどと尋ねていましたが、相手の名前をもらうというのは失礼だということで、今では言いませんね。それから本人かどうかを確かめる書類、運転免許証とか健康保険証、いわゆる身分証明書と呼ばれるものですが、身分という言葉は昔の職業による差別につながらないとも限らないという理由で、本人確認書類ということが多くなりました。問題43。名前の聞き方は昔と今でどう違いますか？問題44。話の内容と合っているのはどれですか？3. 男性の話を聞いてください。外には子供が拾いたくなるような自然の素材がいっぱいあります。気に入った葉や石、
枝などをよく服のポケットに入れて帰ってきますね。でも、そんな時に親が子供を叱り、それを捨ててしまってはいけません。背の低い子供から見る自然は、大人が感じるよりも身近に感じられ、その時々で生まれて初めて出会うものに感動しているのです。私たちも子供の目線に戻って自然を観察してみると、季節の変化が細かく感じられ、日々の生活が豊かになるのではないでしょうか。問題45。親のどんな行為が良くないと言っていますか？問題46。話の内容と合っているのはどれですか？4. 男性と女性がプログラミング教育について話しています。この会話を聞いてください。なぜ今、プログラミング教育が必要なのでしょうか。今後は多くの職業が AI やロボットに代替されて消滅すると言われています。今の子供たちは新しい職業や仕事を作る世代です。作るためには新しい技術を使いこなす能力が必要です。それがプログラミングだということですね。ええ、大切なのはプログラミングを学ぶことではなく、プログラミングで学ぶことです。具体的に授業に取り入れるとしたら、どのような内容になるのですか？例えば小学校の国語の時間に同音異義語について学ぶとき、子どもたちがプログラミングで同音異義語のクイズを作ります。先生から学ぶという従来の形式ではなく、子ども自身が主体的に取り組むのですね。ええ、プログラミングを使って学ぶことで論理的思考力を育てることが狙いです。問題47。なぜ今後多くの職業が消滅すると言われていますか？問題48。プログラミング教育はなぜ必要だと言っていますか？問題49。プログラミングを取り入れた授業では、子どもたちはどのように学びますか？5. 女性の話を聞いてください。カラオケ市場は90年代半ばにピークを迎えた後、レジャーや趣味の多様化、少子化などによって徐々に縮小してきましたが、ここ最近は横ばい状態が続いています。アンケート調査によれば、男性全体の 34%、女性全体の 29% がカラオケボックスをよく利用する、もしくはたまに利用すると答えています。年代別で見ると、20代男性が 47%、20代女性が 46% と、男女ともに20代が最もよく利用していました。逆に利用が少ないのは50代女性で 22% でした。ところで今、カラオケボックスは
ただ、歌うことだけを目的とする場所ではなくなりつつあります。例えば、スカイプを使った英会話教室を提供するカラオケボックスもあります。個人レベルでも仕事や勉強に使ったり、あるいは楽器を持ち込んで練習したりする人もいます。防音設備が整い、密閉された空間である点、かつ一般的なレンタルスペースやレンタルスタジオよりも安価に利用できる点などが魅力なのでしょう。問題50。カラオケ市場の動向は現在どうなっていますか？問題51。カラオケボックスを最もよく利用しているのはどの人たちですか？問題52。カラオケボックスが提供するサービスとして紹介されているのは何ですか？6. 男性と女性の会話を聞いてください。長澤さん、知ってます？服を買わずに借りる女性が増えているそうですね。ええ、月額制のファッションレンタルサービスですね。私も利用してますよ。毎日会社に同じ服を着ていくわけにもいかないし、かといって購入するとなると出費がバカにならないですからね。長澤さん、利用してたんですね。ひょっとして今日のその服もレンタルですか？ええ、今年の服がもう来年は着られなかったりっていうこともあるから、レンタルだと便利なんですよね。道理で。長澤さんはおしゃれで洋服もたくさん持ってるなって思ってたんですよ。実は私が利用しているサービスでは、プロのスタイリストが服を選んでくれるんですよ。コーディネートを考える手間も省けるし、おしゃれも楽しめるし、いいことずくめですね。そうですか。でも、サービスを提供する企業側にはどんなメリットがあるんですかね？よくわかんないんですが、会員制なら毎月どれだけの服が必要かわかるでしょ？だから在庫の管理が楽なんじゃないですか？商品を大量にストックしておかなくて済むので。ああ、そうですね。ファッション業界では在庫の管理が業績を左右するって言いますからね。へえ、そうなんですか。ええ。だからビジネスとして成功させるには会員を減らさないようにしなければならないでしょうね。解約率を減らして少しでも長く利用してもらうのが成功の秘訣だと思いますよ。なるほどね。問題53。どんな女性が増えていると言っていますか？問題54。企業にとってのメリットは何だと言っていますか？問題55。企業にとっての成功の秘訣は何だと言っていますか？これで懲戒試験を終わります。